おはようございます。松原芽衣です。ダウンタイム3日目の昼です。自分の情緒を記録しておこうかなと思ったので撮ってます。顎下、エラ下、頬のお肉を取ってもらいました。脂肪吸引3箇所と糸リフト3本ずつ入れてもらって、お肉がこうピタッとフェイスラインが綺麗に仕上がるような組み合わせの施術を受けました。で、腫れや痛みは1週間から2週間。腫れが引いた後も拘縮っていう傷が治るプロセスがあってですね、お肉の内側が硬くこわばる工程が3ヶ月から6ヶ月ほどかかるそうです。なので思ってたよりダウンタイムかかるよってことなんですけど、腫れとかちょっとカンパチくんいいかな、ちょっと動画撮りたいんですけども、抱っこしようね。思ってたより自分がパンパンな顔面の状態が好きじゃなくて、昨日も仕事復帰にあたりメイクしてダウンタイム2日目ですっていう動画を見返してみたんですけど、メイクしてこのブサイクかいみたいな、自分がもしねフェイスラインが整った暁にフェイスラインに課金したブスに仕上がってしまったらどうしようみたいな心配とかもし始めちゃって、これまで私が経験したことのあるプチ整形的なものは順番は覚えてないんですけど、ダーマペン、眉アート、唇ヒアル、ポテンツァ、豊胸ヒアルロン酸ですね。あと肩ボトックスもやりました。なので今まで私が経験したことあるものってダウンタイムとかリスクとか金額が比較的全部低いものに当たりますね。今回はですね、今までかけた金額よりも高い挑戦になりますし、そのダウンタイムが、1週間から6ヶ月っていう感じで、相当今までのものより覚悟とコストを要する整形に当たるんですけども、自分はそんなによく考えず、なんか良くなったらいいな、キャンペーン価格だしみたいな感じで今回挑戦したというか、なんで自分がその小顔整形したくなったかというと、最近こうやって動画をね、旅行の Vlog とか撮ること増やそうと思ったり、美容に関する施術を受けた時にこうやって動画で自分の気持ちとかダウンタイムとか残しておいたら誰かの少しでもためになるかなと思って始めたんですけど、ノーマルカメラでの自分がちょっと耐えられなくてフィルターがかかってない状態、なおかつ角度が地獄の画角であったりとか、そりゃ漏れるはずないんですよね。ただそれでも自分は受け入れられるようになりたい、撮ってもらった素材全部使えるようになりたいっていうのと、どのカメラでも盛れるようなフェイスラインを手に入れたいなって思ったのが始まりでした。多分他人から見たら旅の思い出だし、いい写真だなって思ってもらえるのかもしれないけど、自分の思い描く自分のビジュアルはこうじゃないみたいな抵抗ってあるじゃないですか。実際に何かお金をかけて対策をしようって思ったのは動画を撮るから、動画写りがいい顔になりたいっていうのが引き金だった気はしますね。で、いざ施術しました肉団子な自分を直視するにあたり、現実を受け入れられるようになりたいっていうプロセスではあるんですけど、やっぱり受け入れがたいですよね。整形のこととか動画で勉強するにあたり、コメント欄とかで皆さんすっぴんでも可愛いとか、ダウンタイム中なのにそんなに可愛くてすごいみたいなコメント、整形レポあるあるだと思うんですけど、私もそちら側でありたかったでもそうじゃないけど、ポジティブに生きていこうと決めました結局整形するしない関わらず、現実顔面を自分が受け入れられるかどうかなので、この肉団子フェーズで私は悟りました。メイクして自分の顔が嫌いだったら、もうちょっとメイクを変える
か、あるいはもう少し悩みのある部分を課金するか。昨日と今日の午前中とかはもうなんかバッと入ってたんですけどなんでこういう感情に至ったんだろうっていうのを考えたら、結局悩み解決するのは資本なんだよなって思いましたそうだからダウンタイムうんぬんじゃなくて、多分自分がメンタルに今来たことって、課金したのに報われなかったらどうしようみたいな、自分がゴールだと設定したところにたどり着いて気持ちよくなれなかったらどうしようみたいな心配だと思います。こういうイメージに近づきたいからこの施術を受けるって皆さん決めると思うんですけど、そこに近づくまでに一旦私は顔が大きいのが嫌です、小顔になりたいですっていう施術を受けて、自分が最も意味嫌う顔デカパンパン丸に一旦なるわけですよね。その恐怖の時間を超えて、自分がもし思い描いてた良い状態にたどり着けなかったら、あるいは良い状態にたどり着いても自分のことを好きになれなかったらっていう心配がこうふつふつとね傷が治ってる間にいろんな余計なこと考えちゃったんだろうなって、今は昨日のメンタルの状態を理解できます。なので腫れは絶対に引くし心配はしてなくて、でそれでなおかつ自分の顔の内容物が気に入らないところがあるのであれば、もっと直せばいいのかなって思いました。今気になっているのは目の開きが悪いことと、毛穴のぼちぼち、たるみ毛穴と、あと眉の左右差ですかね。10月に韓国に行く予定があるので、このフェイスラインの腫れが3ヶ月後少し落ち着いて、また向こうでクリニックの先生と相談できたらなって思ってます。言えば普通にお仕事できる顔面だと自分では思っています。の仕事復帰して、今日も夜1件だけお仕事してって感じの最後まで聞いてくださってありがとうございました。特にねメリットのある情報はなかったかもしれないんですけど、みんなでハッピーに楽しく生きていこう。イエイこれからも動画見てね。バイバイ、またね。